リーマンショックが起こってまだプロダクトをローンチできてない会社を畳んだ方がいいんじゃないかって僕はやっぱりやめたくなかったんですよね。全てが中途半端で来ちゃった人生だったな。作ってるものが出せれば絶対喜ぶと。夜中に作りかけのスピーダーを触ってた時にすげえ勇気もらったんですよ。アナリストやってる時にはもう泣いて喜ぶ製品を絶対作ってるなと。起業自体はもう一回やろうとはもう全然思ってなかったですね。もう大変だしもう太陽光パネルっても世の中に溢れてるので完成された業界なのかなと思ったんですけど、いざユーザーとして導入しようとするとたくさんのペインがあってなんとか解決したいなと。使命感とかですか？本当に欲しいのに世の中にない、誰も作ってない、作ろうみたいな感じ。美しい景観を残す本当にすごい尊くて、自分の子供孫の世代に残してあげたいなと。子供たちは不幸せになっちゃう世界っていうのはこの美しい自然がなくなっちゃう世界、我々が当たり前のように享受していたこの地球からの恵みがなくなっちゃう世界だよね。声で届ける起業家の物語、スタートアップナウ MC のお稲荷です。本日のゲストはモノクローム代表の梅田祐介さんです。モノクロームさんは建築一体型太陽光パネルを開発提供されていらっしゃるスタートアップでございまして、この度2026年の4月にシリーズ B ラウンドにて総額17億円の資金調達を発表されたばかりとなります。梅田さん、本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして本日の配信は今回のラウンドでリード投資をされていらっしゃいますアルファさんの提供でお送りさせていただきます。そして GP でもいらっしゃいまして、そして担当投資家でもいらっしゃる田中さんにも今日はお越しいただいております。田中さんもお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そうしましたら後ほど梅田さんに自己紹介もしていただくんですけど、よかったら先んじてアルファさんだったり田中さんの自己紹介、そしてよかったら一言梅田さんの他己紹介的な感じのものもいただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いします。改めましてアルファの田中です。昨年1号ファンド200億円の資金をお預かりしまして、主にシリーズ A、B 近辺の企業様のご支援をさせていただいております。梅田さんと出会ったのも2年半ほど前ですかね。最初に私が屋根かける太陽光で新しいビジネスをいろいろ探索していた時に見つけた会社さんで、アポを取るまではですね、実は梅田さんの会社って知らなかったんですよ。で、アポを取っていったら梅田さんが出てくれてびっくりしてですね。もともと接点はあられた？いや、初めてでして、で、そこからいろいろ展示会に行かせていただいたり、モデルルーム見させていただいたり、いや、本当に素晴らしい考えで事業を作られていらっしゃるなというところで、チャンスがあればですね、投資させてもらいたいなというところで、今回改めてちょっとお話をいろいろさせていただいてご縁をいただいたという経緯でございます。そもそも屋根かける太陽光に注目するっていうのが、なんかすごいレアですよね。そうですね。どうしてその領域に注目最初からしていただいてたんですか？やっぱりエネルギー自給率の問題とか、再エネ比率を国が 50% 弱まで高めるってなった時にいろいろ考えていくと、やっぱ地熱とかまだ原子力とかも若干無理があって、そうなると太陽光は一丁目一番地。ただ太陽光はもう土地がほとんどない、なんでいかに狭小地の立地をうまく太陽光で使えるかみたいなところに5年10年なっていくんじゃないかなというふうに思った時に、やっぱ家の屋根は全然利用は進んでない。ここはもう国としても絶対やるべき領域なんじゃないかなというふうに思って、いろいろ調べていったっていうのが経緯ですね。はい、嬉しいです。で特に調整力の話とかもいろいろ出てきたんで、やっぱ家側でもエネルギーのマネジメントしていくっていうのは絶対求められるんじゃないかなというふうに思って、そのあたりお話ししたの今でも覚えてるんですけど、それは梅田さんも同じような発想で事業されてらっしゃったんで、本当に将来絶対必要になる会社になるんじゃないかなというふうに確信をその時したのを覚えています。ありがとうございます。そこを裏付けするような話もまた後半の方でたくさん深掘りさせていただきたいなと思うんですけれども、今ちょっと田中さんからもいただきましたけど、よろしければこのタイミングで一旦モノクロームさんが何されていらっしゃるのかというのを梅田さんの言葉でも簡単にいただけますか？はい、モノクロームはこの太陽光パネルかける屋根屋さんみたいなところで事業やってるんですけども、もともとは僕自身が自分の家で太陽光パネルを導入しようと思ったのが一番のきっかけで、その時に初めて一ユーザーとして太陽光パネルを導入するっていう経験したんですけども、もう太陽光パネルっても世の中に溢れてるので、もうそんなになんていうんですか、完成された業界なのかなと思ったんですけど、いざユーザーとして導入しようとするともうたくさんのペインがあって、でその時も私もユーザーベースもやめていて、もうちょっとゆっくりしたんですよね。
ゆっくりしてたんですけど、もうそのペインといいますか、その不合理といいますか、そういうのを体験する中で、なんとか解決したいなと。少なくとも自分の家は理想的な太陽光パネルを入れたいなという思いがふつふつと込み上げてきて、このモノクロームっていう会社を始めたんですけども、大きく3つ解決したい課題がありまして、一つはその太陽光パネルっていうと大体皆さんがイメージする太陽光パネルの形があるかと思うんですね。でもあれが一番効率がいいので安く大量に作れるんですけども、一方で今問題になっていますメガソーラーが里山の美しい景観を崩してしまったりですとか、特にヨーロッパの方では歴史的建造物のですね、屋根に乗せてしまって、建築の景観を崩して、デザインを衣装を崩してしまうという、景観公害っていう言葉が最近出てきてるんですけども、私自身も自分の家は、建築家と、もうこだわり抜いて作っている中で、屋根に太陽光パネル乗せたくないというのはやっぱりあったんですよね。それとやっぱり建築家一生懸命隠すと、見えないように隠していくっていうですね、本末転倒のことをしていくっていうことに知恵を絞らなきゃいけないっていうところがあって、もっと美しい太陽光パネルというものがあればいいのになという、この衣装の部分ですね、美しさっていう部分がまず一つ目解決したかったところですね。で、二つ目は太陽光パネルっていうのは唯一エネルギーを分散化させるというかですね、エネルギーを民主化させる技術だという優位性がある一方で、時給調整が難しいと。太陽が昇っている時にしかエネルギーを作らないというところがあるので、そこのベース電源としてなかなか使えないっていうところがあって、それがさっき田中さんからもありましたけど、時給調整の市場が出てきたりとか、蓄電池が出てきたりですとか、いろんな形でこのエネルギーを昼間作ったエネルギーを平準化させていくっていうことが進んでいたので、私自身ももうある程度そういう技術っていうのは、ソフトウェアでの制御も含めて、十分なものできてるのかなと思ったんですけど、いざユーザーとして使うと、まだまだそこはですね、できることあるじゃないかということを感じたっていうのが二つ目なので、やっぱりこの太陽光の一番の欠点では、この時給の調整がうまくできないというところを解決するっていうのが二つ目ですね。で、三つ目が、太陽光パネルというイメージをうちの妻だったりとか、友人たちと話しても、なんかちょっと怪しかったりとか、あとよくわかんない。なんか複雑だというイメージがあって、それはすごいもったいないなと思ったんですよね。携帯でどれだけ発電してるかとかそういう見るアプリもあるんですけども、そのアプリ一つ取っても、もう二度と見たくなくなるような、いつの時代のアプリだよっていうようなぐらい UX も悪かったりしちゃうのが、僕が導入した時の体験で、なんかもっと太陽光パネルっていうのをワクワクするものというか、この太陽と共に生活するという、素敵な、ライフスタイルであるということを、もっともっとなんか、この印象を変えていかなきゃいけないなと、価値観をそういう部分変えていかなきゃいけないなっていう思いもあったので、この太陽光パネルを入れる、太陽と共に生活するというライフスタイル、それはかっこいいぞと、クールだぞというようなその価値観のパラダイムシフトじゃないですけども、そういうこともチャレンジしていきたいなっていうですね、この3つに大きく、今、課題解決を目指してやっているのがこのモノクロームと。すごい長くなりましたが、はい、会社でございます。ありがとうございます。この話を聞いてると、そこにかける情熱もそうですけれども、やっぱり技術だったりデザインに対する思い、なんかこれを話を聞いてる意味では、本当に技術者の方なのかなとか、そういうバックグラウンドなのかと勝手に想像するんですけれども、おっしゃっていただいた通り、一つ前がユーザーベース創業されて経営されていらっしゃって、で中で今どうしてそういう価値観にたどり着いてきたのかとか、梅田さんの根底に何があるんだろうってところをちょっと今日紐解けるような回にしたいなと思っておりますので、よかったらすごく遡ることになると思うんですけど、お生まれのところからどんな感じなのかを教えていただきたくてですね、結構ご両親だったり日本じゃなかったとかもろもろあると思うんですけど、そのあたりから少しずつ教えてもらえますか。はい、わかりました。生まれはアメリカなんですけど、また記憶がありませんと。でも1歳ぐらいの時にまた日本に戻ってきてるので、ないんですけども、うちの父親がデンソーというトヨタ系の部品会社に勤めていて、でデトロイトに事務所を立ち上げるという時に手を挙げて、でそこでうちの袋と一緒に行って、そこで生まれたっていうのがきっかけなんですけども、また記憶がないです。そこなんですね。記憶がなくて、その後またデンソーが本社がある近くの愛知県岡崎市というところに戻ってきて、で5歳の時にまたデトロイトに行くっていうことになったので、デトロイトに行って、小学校3年9歳ぐらいまでいたのかな。でその後はまた愛知県に戻ってきて、高校生までは愛知県岡崎
にいて、で、その岡崎で、高校1年生の時に、稲垣ですね、ユーザーベースの共同創業者の、稲垣と出会ったのが、高校の時ですね。高校1年生の時に、いろんな中学校から集まるじゃないですか、高校っていうのは。で、稲垣の井と、梅田ので、たまたま名簿順が、隣同士だったっていう、もうだけのきっかけで、で、そんなになんか友達のグループも違うし、いつも違うんですよね。だからなんか毎日一緒にいるわけじゃないんですけども、名簿順隣だったんで、この2人だけは友達で、グループは違うんだけども、なんとなくお互い、仲が良かったっていう、感じで、で、我々のその稲垣と僕が行ってたこの岡崎北高校っていうのは、中途半端な進学校っていう感じなので、進学する人もいればしない人もいるみたいな感じだったんですけど、なんか僕自身もとにかく愛知県出たいなと、それだけで関東の大学受けてみようって言った時に、ちょっと一人で行くの寂しいなと思って、で、なんか僕の周りみんな大学あんま行かなかったんですよね。行かなかったので、なんかちょっと大学行きそうな稲垣に声をかけて、一緒に関東の大学受けないかって。彼はね、愛知県の大学受ける予定だったんですけど、っていうのは彼を寂しかったら誘って、で、それで、じゃあ一緒に関東に出てきたっていうのが、彼と出会った最初のきっかけですね。僕は横浜国立大学で、彼は埼玉大学で、関東行ってめちゃめちゃ遠いんですけど、最初お互い友達いなかったんで、横浜と埼玉を行き来しながらお互い、行き来しながら、お互い寂しさを、慰め合ってたというか、そんな生活を最初一緒にしてましたね。ありがとうございます。ぜひ稲垣さんとのエピソードももっと聞きたいんですけれども、少しだけ戻らせていただいて、それこそ最初生まれがアメリカで4歳帰ってきて、小学校3年生まで日本にいらっしゃって、なんかそれでまた戻ってとか、なんかそういう生活をされていらっしゃると、結構、周りからの期待からしたら、なんか帰国子女とか来たぞみたいな見れ方だったり、結構そもそも日米で行き来してると、なんかアイデンティティの形成にも結構影響あるんじゃないかなと思ったりもするんですけど、当時振り返ってみると梅田さん、どんなキャラクターだったのかとか、実際どんな変化があったとか、そういうのって覚えていらっしゃいます？いや、あんまりですね。なんかよく言われるじゃないですか。なんかアメリカから日本に戻ってきて、カルチャーショックがあってとか、そこでアイデンティティクライシスがあってとか、もう全くなくて。アメリカはアメリカで楽しかったし、日本は日本で楽しかったしっていう、形なので、両方とも楽しかったんですよね。だからそこに対して、なんかその時のコンプレックスだったり、その時の原体験が何か今、僕自身の、なんか人格形成みたいなのに、なんかあんまり、もしか繋がってるのかもしれないですけど、自己認識はあんまりない、ないですね。例えば、アメリカから、すごい自由だったんですね、アメリカで。日本に帰ってきた時に、日本の本当に田舎の、小学校だったんで、パンツもブリーフって決まってたんです。すごい決まり方。すごいですよ。徹底してますね。もうそれぐらい、で、青い、短パンの、着て、決められた、なんかこれ短い短パン履いて、で、なんかジャージもあってみたいな感じで、で、みんな黄色い帽子かぶって、で、それがもうすごいかっこいいと思ったんですよね。なんかもうみんな同じ服装を着て、なんかなんか軍隊みたいな、軍隊の一人になれたみたいな感じで、なんかそれかっこいいと思えちゃったんですよね。でかっこいいと思えたので、それになんかワクワクして学校行ったのすごいよく覚えてますし、なんか学校行ったら、英語喋ってみたいな感じのよく言われたりするんですけど、なんかそれも嫌だったのかな、当時。なんかもうそんな記憶すらないです。ないですね。はい。あとはじゃあいわゆる幼少期なんかどんな遊びに熱中してたかとか、なんかスポーツやってたのかとか、そういう角度とかだとどうです？日本に帰ってきて、あとすごく楽しかったのが、当時はソフトボールでそのうち野球になるんですけども、それですね。で、アメリカではサッカーやってたんですけど、珍しいですね。両方やるんですね。そう、アメリカではそうで、日本ではなかったんですね、サッカーが地域に。なかったので、もう唯一あった地域のソフトボールチームに入るっていうだけだったんですけど、で、それにもすごいハマっちゃったんですね。で、なんかアメリカにいた時は、楽しかったんですけど、楽しむで終わってた感じなんですけど、こう日本のすごくいいのは、勝つために、一生懸命練習すると。非合理なことも含めて、ある意味スパルタなところも含めてやると。今じゃ考えられないんですけど、例えば練習中水も飲んじゃいけなかったんですね。で、口は濡らしてもいいけど水は飲んじゃいけないって謎のルールがあったりとかして、時代を感じますね。で、それに対して、自分たちもそれちょっと酔って、俺らは限界までやってると。限界まで頑張ってると。
で、それを頑張ってる仲間たちで一緒に励まし合いながら、やってると。で、大変そうなやつがいたら、もうこっそりでいいから水飲めみたいな形でちょっと助け合ったりとか、して、なんか仲間が一つの目的に対して、ちょっと次元が違うレベルで一生懸命練習して、勝つという目的に対して、一直線に頑張ってるみたいな、なんか体験ってアメリカで絶対なかったんですよね。まあ、古き良き、部活みたいなものですね。で、それが僕はすごい実は楽しくてですね、それですごいハマってしまって、で、一生懸命試合をして、で、試合で最後、小学校の時はですね、岡崎市の大会の準優勝ってところで負けちゃったんですね。決勝で負けちゃって。でもみんなで悔しくて泣いてみたいなことがあって、もうそういうもう涙を流すことが結局なかったんで、ザ青春みたいなことに、これアメリカでなかった体験で、逆にそれがすごい、自分の中では、すごい、はまりましたし、今でもいい体験として残ってますね。その勝つという目標をみんなで達成するだとか、そうですね。そういったところが、そうですね。野球がすごい好きだったというよりは、なんかそのプロセスがすごい好きだったなっていう感じがあって、で、僕のこういう関係って本当に狭く深いみたいな感じなんですけど、その時の仲間はもう今でも、愛知県に帰ったらもう集まったりしてですね、で一緒に山登ったりとか、もう一緒の友なんですよね。そういう経験を通した仲間っていうのは、今振り返るとやっぱそれもすごい財産になってるなっていうのがありますよね。ちょっと不思議に思ったのが、こうやっぱり馴染めないとか、違和感を感じるっていうのがなんか一般的に企画書上の、例で聞くんですけど、梅田さんがすぐ適応されたとか、新天地新環境を良いものに思えたっていうのは、なんかすごい特殊能力なんじゃないかなと思ったんですけど、そのあたりご自身でどういうふうに？本当自己認識がないんで、全然わからないんですけど、一方で小学校の卒業論文で残ってる先生からの言葉は、梅田くんの 1+1 が2にならないような発想は先生羨ましかったよみたいなのがあるので、なんか自分を押し殺してたわけじゃないですよね。多分自分は自分で意見を言ってたし、なんか学校の中での、立ち位置だったりとか、そういうのも完全に染まろうみたいな形に合わせにいったわけでもなかったのが多分心地よかったところがあって、愛知県っていうのは比較的、岡崎っていうのは比較的閉鎖的な地域の気候者って僕一人しかいなかったりとか、するんですけども、それでも、なんかそんな僕を受け入れてくれた環境があったっていう、そこを恵まれてたんじゃないかなっていうふうには思うんですけどね。素晴らしい。これはばっかしはね、よくわかんないですね。よくわかんないです。でもね、ここキャリアの話あると思うんですけど、いろんな環境で、ね、ハイパフォーマンスを出されてるっていうところのなんかこう原点というか、なんかそれを今感じましたね。無理やりつなげるとそういうことがあるのかもしれない。なんかすごい不思議な。あるのかもしれないですけど、とはいえそこが、なんか例えば高校まで愛知県にいますけど、心地よかったんですよ。もう心地よかったですし、自分らしくもいられたし、すごく良かったんですけど、とはいえ常に、その環境に対して、なんか物足りさを感じてたっていうやっぱ自分もいて、その小さな一歩が、その当時の僕にとっては愛知県から出て、関東、東京の近くに行くっていうのがなんか小さな一歩だったんじゃないかなっていうふうには思いますね。実際出てみてどうでしたか？出てみてめちゃめちゃ楽しかったですね。都会だっていうのが、っていう、もうね、田舎の高校生が感じることがもう全て、なんですけども、その大学生までも含めて、一方でコンプレックスもずっとあって、で、そのコンプレックスがあったのは、あんだけ熱中してた野球を、高校に入った時にですね、もう1ヶ月ぐらいやめちゃったんですよね。もう1ヶ月だったのか、2週間だったのか、もう今覚えてないんですけども、やめてしまったというところがあって、それやっぱり高校野球ってなった時に、一段ちょっとレベルが上がるというところで、で、それにもかかわらず、もう土日も、もう練習漬けだし、で、めちゃめちゃ走るし、で、試合では全然走らないみたいな感じの不合理さ。何のために俺走ってるんだっけみたいな形の、何のために練習してるんだっけっていうのが、プツンと切れちゃった時があって、で、純粋に高校生になってもっと遊びたいと。何やりたいわけじゃないですよ。ただ遊びたいみたいな欲求も出て、
来て、で、ちょっと逃げるように野球部を辞めたっていうのが、あって、で、いざ辞めてみるとすごい楽しい世界待ってると思うじゃないですか。そうすると意外にもやることないっていうことに気づいて、で、友達と、部活に行ってない友達と、コンビニに帰りに行って、コンビニの前で、ああでない、こうでない話をして、お腹空いたから帰るか、みたいな、なんかことを繰り返してる感じだったんですよね。なんかそういう生活をしてる中で、なんか熱中できるものやっぱ欲しいなと。やっぱ小学校の時やっぱすげえあれ楽しかったよなと。なんかああいう感じ味わいたいよなっていうのはずっとあって、で、それで、ありがちなこのバンドをちょっとやってみたりとか、いろんなことに手を出してみるんですけど、どれも長続き、しないという形で、なんかずっと熱中できるものないかなみたいなことを探し続けて、で、大学、東京行ったらなんかあるんじゃないかというのを思って、で、横浜の大学だったので、愛知県にはなかった海が近くにあると。岡崎にはなかったですね。じゃあ体育会サーフィン部に入って、そうすれば全くまた面白いものあるんじゃないかというね、体育会サーフィン部に、浮ついた心で入ったら、まあそれもそれで全然自分には合わなかったというか、浮ついた心で入ったのに体育館だったんで、めっちゃ厳しかったんですね。これじゃないみたいな感じで、で、それもすぐ続かなかったりとかして、ずっと見つけられなかったっていう感じが、まあ片方でやっぱありましたね。大学自体は結局そのまま何も見つけられずですか？見つけられずでしたね。一通りいろいろやってみたりね、したんですけど、見つけられずっていう感じで就職活動をしちゃったっていう感じなんですけど、まあ、見つけられないので、いろんな世界見ようとか、いろんな体験しようっていうことだけ思ってて、それで海外にバックパックで、一人で旅をして、行ったりしたんですけど、まあ、それ自体やっぱ楽しかったんですね。で、なんでそれはやっぱ楽しいのかなっていうことを、まあ、就職活動の時の自己分析みたいなので、振り返ってみると、まあ、結局自由を、感じてると言いますか、行き先も自分で、決めるし、今日何すかも自分で決めてると。もうすべての自由を、コントロール権が自分にあるという状態で旅してるという、まあその自由っていうもの自体がすごい自分にとって楽しいものだったんじゃないかなっていうところが、あって、で、まあ何やりたいか決まらなかったんですけど、その自由っていうものを追い求めて、じゃあ就職活動しようみたいなところが、まあ一つキーワードになってきましたね。で、その時に、これ何かの雑誌だったか何かのインタビューだったか覚えてないんですけども、元マッキンゼーのこの波藤亮さんという方がいらっしゃって、その方が、プロフェッショナル、後に出る本なんですけど、プロフェッショナル言論っていう本でですね、プロフェッショナルの対価は自由だというフレーズが、どっかに目に留まって、で、よく意味は分かってなかったんですけど、なんかプロフェッショナルになるっていうことは自由を手に入れるっていうことだというところで、会計士とか、医者とか弁護士とか、まあそういう道なのかなっていう思いがあったんですけど、まあそういうのにも特にしっかり勉強してたわけでもないので、で、なれそうだったものが戦略コンサルタントというのが本で見てきて、で、戦略コンサルティングっていう職業、新卒で受けれるとこ受けてみようっていうので、最初の CDI っていうところに入っていったという、なんかそんな流れですね。はい。当然しっかり自己分析はされてらっしゃいますけど、意外とよくいる大学生な感じもして。いやいや、全然よくいる。よく、まあ小学校、中学校も含めて、何か自分がすごく、例えば勉強が秀でてるとか、スポーツが秀でてるとか、何か例えばクラスのリーダーシップを取るか秀でてるとかって感じたことは一回もないので、それは本当に大学の時も、ずっとそういう感じだったかなと思いますね。で、就職実際されて、コンサル入られてからはどうでしたか？コンサル入っても自由は全くなかったっていうことが分かったっていう、形で、CDI っていう会社でね、ちょうどこの前、40周年のアルムナイがあったんですけども、もう本当に、その時の濃い3年間を過ごしていた人たちとは、久しぶりに会った人たちとも、もうすぐに昔に戻ったような形で、話せる、まあ、そんな中なんですけども、まあ、奴隷のように働いてたっていう、本当そんな感じで、毎週大体ですね、水曜日は帰って、木曜日徹夜して、金曜日、仕上げるみたいな、なんかそういう、サイクルの生活をしてて、で、一回、なんかね、シュレッダーにプリントを入れてる時だったかと思うんですけども、地震だと思ったんですね。地震だと思ったら、なんか自分フラフラしてるだけだったみたいな感じぐらい、今じゃあんまり考えられないんですけど、まあそういうのがあって、
で、人生の中で唯一会社に行きたくないと思ったっていうタイミングも、なんか CDI の、時ぐらい、全然、必死についてってるって感じでしたね。必死について、行って、何か自分自身が価値を出してるっていう感じも、あまり思わなかったですし、ただその時に同じ年代の仲間たちが、もうみんな一緒に徹夜してるので、なんか野球みたいな感じで一緒で慰め合うんですよね。お前今日も徹夜かみたいな感じで。で、その友達、同年代の CDI にいた方も一生の友になってます。そうなんですよ。一生の友になってるのも、それは大きなまた財産だなとは、人生を豊かにしてくれてる構成要素だなってすごい思いますね。確かに小学校の時もその社会人になってからも結構そのコミュニティを大切にされるというか、割となんか見切ってっちゃう方もいるのかなって思うし、別にそれが悪いことだとは思わないんですけど、やっぱりそれは同じ体験を共にして深いところで理解して、特にこれはですね、もう年を取っていくとより実感しますね。私はこれ45になりましたけども、結局自分自身の人生を豊かにしてくれる要素は何なのかというとですね、もう損得考えずに付き合える仲間がどれだけいるかっていうのは本当に重要なところで、ユーザーベースのやっぱり特に創業時の仲間たちとも、もう本当にそういう形で今でも付き合いがずっとあるんですよね。それも僕自身の人生を豊かにしてくれてる要素だなっていうのは思うので、年を取れば取るほど実感することなんじゃないかなと思いますし、おそらく今モノクロームで、今悪戦苦闘視点抜刀を一緒にしてる仲間たちとも、20年後30年後そういう関係に慣れてるんじゃないかなっていうのは、なんか一つのモチベーションのそうですねだったりしますね。ありがとうございます。まさに今そのユーザーベースの話も出ましたけれども、そのコンサルを経て証券会社に入って、その後ユーザーベースですね。そうですね。その後そこのぜひじゃあユーザーベースさんをなぜ起業したのかというところ、当時抱えていらっしゃった課題だったりだとか、実際デイワンどうだったのとか、どこまで構想しててとか、その後リーマンショックとかいろいろ来ると思うんですけど、そのあたりどう乗り越えたのかも含めて教えてもらえますか。はいはい。ですね、まず CDI から UBS に転職したんですよね。で、この時も、結局、ハードな職種からハードな職種なので、なんか、その時は別に逃げたいっていうよりは、なんかより、もう少し CDI のないこのグローバルっていうところだったりとか、よりちょっと資本市場の世界だったりとか、これ好奇心ですね。CDI のプロジェクトにも関わることがあったんですけども、よりそういう世界を知りたいなっていう好奇心があって、たまたま、そういう受け入れてくれるところがあったので、じゃあ UBS に行こうというので UBS に行ったっていう形なんですけども、CDI の当時から結局若手がやってることっていうのはほとんど情報を集めるという作業で集めて整理すると。で、分析までできればいいよねっていうぐらいの形で、ほとんどの時間が集めて整理するっていうところでもう取られていて、あんまりこれ考えるとか分析するって一番付加価値出さなきゃいけないところに、特に若手は全然時間を使えて、ないと。すごい問題意識だったんですね。それをもっと効率化できないかなっていう思いは CDI の時からずっとあって、ただそれっていうのは、なんか CDI っていう非常にニッチな、コンサルティングファームという世界だから起こっていることなのかなっていうことを思ってたんですけども、UBS というこのグローバルファームに行った後も全く同じような構造が、あって、なんか毎回同じようなことをしてるから、これなんかデータベースを作ることができれば、効率化されるし、僕だけじゃなく仲間たちも、働き方変わるし、とにかく早く帰りたかったんですよね。とにかく早く帰りたくて、なんとか早く帰れないかなというので効率化するっていうことだよねっていうので、その時は起業しようとかそういうところ全然考えてなかったんですね。なんかまず UBS のこの社内に提案をして、少しでも早く帰れたらな、みたいなところが、最初のモチベーションのきっかけだったりしますね。これ、グッと起業となったのはグッと起業になったのは、半分は UBS から逃げたかったという、やっぱり気持ちはあったなと今振り返ると思いますし、半分は、今構想してる、このデータベースを作ることができれば、これは UBS の我々だけではなくて、ゴールドマンだったりとか、マッキンゼーだったりとか、その業界にいる友達たちも絶対助かるんじゃないかなっていう、これを作ることによるワクワク感と。今この二つが入り混じってた感じで、もう UBS の時も、もうついてくる必死みたいなので、また帰れないと。土日を待たないという生活をして、いて、でもみんな優秀なんですよね。もうすごいみんな優秀の中で、だけど給料はめちゃめちゃいいと。そこでなんとか自分で給料いいから頑張ろうみたいなことで納得してるみたいなところがあっ
たんですけど、なんかその世界からやっぱり逃げるというか、やっぱりその気持ちは半分あったんじゃないかなと思って、それが後押しして、この今考えてる構想っていうものを外で作ったらいいんじゃないかっていうのがあったのと、で最後一番背中を押してくれたのが、大学のですね、友人が、起業したんですね。で、僕の周りで初めての起業した友人で、その当時っていうのはまだまだ起業家って本当に少なくて、で、こういうメディアもなかったので、身近じゃなかったんですよね。で、恵比寿にですね、彼がマンションの一室を借りて、もう本当こういう感じですよ。もうこういう感じでマンションを借りてて、でそのオフィスに遊びに行ったんですよ。起業祝いっていうので。で、そのドアを開けて、僕は会社終わりのネクタイ締めて、ヘロヘロなりながら行って、で、彼はジーパン姿で T シャツ1枚で、すっごい楽しそうなんですね。でも、とてつもない自由がそこに、あって、で、彼の事業が何やってるかよく分かってなかったんですけど、この彼の生き方そのものが、その対比が、すごくその時に、僕の心の中には大きく残って、やっぱ初めて身近になったんですね。この自分の足で立つっていう生き方をしてる人がいて、もうそれが最後の後押しになって、よし、俺もやろうということで、UBS を辞めるっていう話をしていったので、今本当にこのエコシステムができてきてますけど、この身近な人がやっている。で、しかも彼はですね、別に大学ではもう、全くの落ちこぼれだったわけですよね。俺でもできんじゃないかみたいな思わせてくれるタイプだったんですよね。いい勘違いですね。そうです、そうです。で、そういう、やっぱりものって伝播して、行って、その電波の一番最初のなんか波に、を受け取ることができたっていうのがユーザーベースを最初起業しようと思った、ところですかね。結構いい形で起業に入られて、当然ユーザーの解像度も高かったでしょうし、順調にいきそうな気配はありますけど、実際立ち上げどうでしたか？立ち上げはですね、やっぱりもう本当に手探りみたいな形で、あって、なんですけど、まだ UBS にいるときにGMO ベンチャーパートナーズの村松さんにメールを送ったんですね。で、なんで村松さんにメールを送ったのかわかんないです。多分ホームページか何か出てたと思うので、で、こういう事業をこういうふうにやっていきたいっていうもう構想しかないのと、あと資料しかなくてですね。で、それをメールを送って、で、一回、プレゼンをさせてもらったんですよね。で、その時に村松さんが、なんか社内で、その時は普通に話をしたんですけど、多分社内向けに送ったメールを意図的か何かわかんないですけど、僕と稲垣にも送ってきてて、今日会った梅田さんと稲垣さんっていう人結構良かったから、これからちょっと引き続き、連絡取ってきましょうみたいな、ポジティブなことが書いてあって、それ気をすごいよくしちゃって、これいいんじゃないのみたいな、UBS にいた時ですね。っていうような形がまずあったんですね。ただ最初僕やろうと思ってたんですけど、やっぱ一人じゃできないと。これ心細いし、これエンジニアではないしと。で、このデータベースを作ろうってなった時に、唯一僕の周りで、エンジニアの世界に行ってたのが、さっき話してた稲垣、高校の時の同級生の稲垣だったので、何かもうすごく優秀なエンジニアが周りにいて、その中からベストな人を選んだというよりも、唯一の選択肢が稲垣だったんですね。で、その稲垣に、相談しに行ったら、面白そうだねと、して、で、僕はできるのかできないのか、こういうものがね、それすら分かんなかった稲垣に話をしたら、できると思うよという話があって、じゃあやろうよという話だったんですね。ただ稲垣も起業したことがないし、で、大企業に勤めてるしっていうのがあったので、最後なかなか踏ん切りができなくて、で、お互い、稲垣、お前が起業するんだったら俺はすると。で、稲垣、お前がするんだったら俺もするみたいな、なんか感じで、お互い踏ん切れずに、お互いなんかお見合いしてるみたいな感じだったんですよね。で、これが年末だったんですけど、もう正月1月1日に、もうこのまままた年明けたらいかんなということを思って、僕は稲垣来てくれなかったらやらなかった予定だったんですけども、釜かける形で、もうお前がいなくても俺一人でやるというふうに、もう言って、自分の中で覚悟を決めるみたいなことも半分あって、決めますということを稲垣に言ったら、稲垣が1月1日に、じゃあ俺もやるということを言ってくれて、で、そこで初めて最初の仲間が見つかったっていう形でしたし、その時のやっぱり学んだのは、結局仲間が集まるか集まらないかっていうのは、もう自分の覚悟次第なんだなと思って、そこで一旦覚悟を決めて、もう、退路を立ってやると決めたら、そこからですね、仲間が集まっ
ってきてくれたんですよね。あったので、結局自分仲間が最初なかなか集まんなかったんですけども、そこは自分次第だったんだなっていうことも思って、でそれで1月1日辞めると決めて、4月1日に会社始めたっていう形ですね。初めてチームがじゃあできた状態で、事業はどんな感じに立ち上がったのかとか。事業はですね、やっぱり1年目2年目って本当もう20年近い前の話なんですけど、やっぱり鮮明に覚えてて、やっぱうまくいってない時って鮮明に覚えてるんですよね。で、プランでは半年でリリースするという感じです。だから最初の起業した時はもうみんなで IKEA に行って、このオフィスの家具を選んだりとか、もう起業するという行為に浮かれてるんですね。でもみんなで、ご飯を作って、で寝袋寝てみたいなことがも楽しくて、僕起業するというよりもその自由を手に入れたみたいなことに関して、楽しいみたいな形で最初進めていったんですけども、だんだん時間が過ぎていくとなかなかできないじゃんという問題に直面をしていくんですよね。でやはり稲垣自身はデータベースのエンジニアだったので、このアプリケーション側の開発っていうのは勉強すればできるじゃないかと。三木谷さんの楽天の創業物語とか読んでも自分でプログラム勉強したって書いてるからできんじゃないのみたいな感じなんですけど、我々三木谷さんになれなくて、できねえぞという問題に途中でなって、これやばいんじゃないかと、今からエンジニア探そうという形になっていき、初代 CTO の竹内さんっていう彼は東工大の大学生だったんですけど、彼に出会えたのが最初のブレイクスルーでしたね。ただ彼が本当になんていうんですかね、大変な人で、じゃあ明日10時からミーティングねというか言うと、平気で夕方5時ぐらいに来て、こんにちはとかいう感じの、人で。天才ですね、一周回って。今だからこそ天才と言えるけども、もう当時はただの社会不適合者っていう形で、ただ腕はいいと。で、いかに竹内さんにコードを書いてもらうか、やる気にさせるかっていうのが最初の僕の仕事だったんですよね。でもあまりにもアンコントローラブルなので、途中にですね、途中から竹内さんにもう毎日僕の席の隣に座って、もう今日何のコードを書いたか全部報告してくれというので、もう管理型のマネジメントをしていくっていうことをやっていったら、ある時竹内さんから、お別れのメールが来て、もう、梅田さん、稲垣さんにはついてきませんと。さようならみたいな感じのメール来て、そうなんですよ。でも僕たちとしてはもう彼しかないんです、選択肢が。もう彼しかいないので、もう死活問題で、これやばいとなって、竹内さん、ごめん、みたいな形で戻ってきてもらって、で、その後、もうしょうがないから自由にするしかないというので自由にしたんですよね。で、その後、このユーザーベースのカルチャーの原点になるところでもあるんですけども、自由にしたら、毎回アンコントローラブルなんですけど、当時僕が全部仕様書書いてたんですね。で、Excel にバーっとこういう機能を作りたいと。で、基本的にその仕様書通り作るっていう形だったんですけど、自由にした途端、竹内さんが仕様書を無視して、僕が書いた、この、動きですね、こうやって動いてくださいっていうこと以上に、いいものを作っちゃいましたみたいな作ってきたんですよね。で、これいいねみたいな感じにその時になって、自由にするっていうのはこういうアップサイドがあるんだというところを感じ、その時はしょうがなく自由にしたんですけども、自由にするっていうことは、それぞれのメンバーが持つこの才能っていうものをもう最大限発揮し、もしかしたらそのね、ダウンサイドの管理コストはかかるかもしれないけど、一人の能力をマキシマイズさせると。そっちにベットするべきじゃないかというところで、ユーザーベースの最初のバリューの自由主義でいこうっていうですね、とにかく自由な会社にしていこうっていうところのカルチャー作りっていうのは、この竹内さんとの吸ったもんだから始まっていったっていうところがありましてね。で、それでも結局、竹内さんがそういう形で戻ってきて、くれたんですけど、当初半年だった開発予定が、1年間かかり、でも本当にお金が尽きるタイミングだったんですよね。で、そうだ、その時に、10月にリーマンショックが起こったんですよね。で、リーマンショックが起こってまだプロダクトをローンチできてないタイミングで、当時の社外役員の方がですね、すごく経験のある、ビジネスの世界では非常に経験のある方々で、我々も、心細かったので、やっぱりそういう方々に入ってもらおうというので、入っていただいてたので、でその方々に一回呼ばれて、で、我々のことを心配するからこそ、ここで会社を畳んだ方がいいんじゃないかっていうアドバイスもらったんですね。それが、心配してるっていうことは伝わらなかったら反発するだけだったんですけど、よりずしんときたのは、本当に我々の将来を心配してるなと
で、その方曰く、もう未来がある若者であると。で、ここでもう一回また借金を重ねて、会社を存続していくというのは、やはり泥沼にはまっているように見えてしまうと。それは客観的に見て、リーマンショックが起こっていて、お客さん側がもうバジェットがなくなってきて、いる。だし、もう業界全体が一気に進んでいく中で、その業界のために、金融業界のためのシステムを作ろうとしているのは、あまりにもやっぱりタイミングが悪すぎるというので、一回ここは畳んで、就職して、で、もう一回チャンスが来るからというような話をしてくれたんですよね。で、俺のことを思ってくれてるからこそ、僕、稲垣新野さんがもうずしんと来て、で、その後、当時品川にオフィスがあったので、品川のオフィスに戻る途中に、メンバーも残ってるわけですね。で、なんかちょっとメンバーになんて言うかな、みたいなことを思ってた時に、ルノワールがあったんで、ルノワールに入って行って、で、僕はやっぱり辞めたくなかったんですよね。僕は結構もう、ここで辞めたらもう絶対後悔するなっていうのがあって、で、それはやっぱり、高校の時にも、中途半端に野球やめて逃げちゃったりとか、すべてが中途半端で来ちゃった人生だったなっていう、やっぱりコンプレックスがあって、ここでやめたら、また同じような、負い目じゃないけども感じるなっていうのも、やっぱり心の中にはちょっとあったかなと思いますし、あとやっぱり作ってるものが絶対出せれば、絶対喜ぶと。で、これは夜中にですね、作りかけのスピーダーを触ってた時にすげえ勇気もらったんですよ。これもこの場面も鮮明に覚えてるんですけど、まだ作りかけのスピーダーを触ってて、これ出たら少なくとも僕がUBS のアナリストやってる時にはもう泣いて喜ぶ製品を絶対作ってるなと。もう出せるとこまで絶対頑張ろうと。少なくともっていうのもあったし、あともう一つは、とはいえ新野さん稲垣が辞めると、ここでね、言ったら、それはやっぱり僕のすごい大きなことで、一緒に始めた仲間なので、そうだったら、やっぱり困っちゃうなと。で、それルノワール入ったんですね。で、ルノワール入ったら、もう誰もその選択肢じゃなかったですね。辞めると。もう新野さんも、もうどうしたら、ローンチできるかということしか考えないし、稲垣自身も、データベースの構成をこうやって変えたらいいんじゃないかみたいな感じで、リリースを始められるんじゃないかみたいな感じで、いかにリリースを始めるかの会話しかしてなくて、ちょっとでも二人を疑ったら自分が恥ずかしくなるみたいな、そういう感じがこのルノワールで、あって、やっぱああいう場面で、問われるなっていうのはすごい、その時感じたんですよね。で、その時に、じゃあここでもう一回踏ん張ろうと、できる限りの、お金をまた、そこで、工面して、少なくともローンチまで行って、それでダメだったら解散しようというような、形で、続けていって、で、ローンチできたのが、その次の年の4月なんですね。ただその次の4月にローンチしたのも、もう本当にお金がなくなるというタイミングだったので、何か売れるものがなければまずいけないと。っていう形で、理想としているものが10だとすると、もういろんなコンテンツスピードなんですね。コンテンツとか機能とかをどんどん削っていって、本当こんなんで売れるのみたいな。自分自身でも自信を失ってしまうようなプロダクトで最初スタートしていったんですよね。ただ最初はもう食っていかなきゃいけないので、もう食うためには、まず初期費用を取ろうというので、シングルのためにですね。それで初期費用というものがまず生まれまして、初期費用10万円と。で、1ヶ月の固定5万円という形で、やって、で、まず5社取れば、なんとか資金繰りがいけるよねっていうので、最初の5社を探していこうっていうところなんですけど、結局自分たちの親戚だったりとか、家族のつてだったりとか、昔働いて、お世話になった人たちに頭を下げに行くっていう感じで、で、頭を下げに来た人たち、恩返ししたいっていう人間あるじゃないですか。にもかかわらず、お世話になっていることをさらに利用して、あなたたちが買ってくれないと我々潰れちゃうんです、みたいな、同情を利用した営業、手法を編み出して。でも、絶対ニーズないだろうなって思って、いながらも、無理やり最初買って、もらって、必ず機能は、追加していきますから、コンテンツを追加していきますから、というので買ってってもらったっていうのが最初でしたね。で、そこで一緒に買っていってもらって、で、最初の資金調達も、そのリリースした後に、GMO さんだったりですね、村松さん、たちにしていただいたという形になってます。で、いう考えると、よく状態で、
出資してくれたなっていうふうには思いますね。この村松さんがですね、紹介してくれた、ある証券会社アナリストにいて、じゃあ一緒に営業しましょう。これデューティーに行くかなと思って、一緒によくやるじゃないですか。ボルクス言われたんですよ。こんなの絶対売れねえみたいな。終わった思って、出資も終わったし、お客さんも終わったし、みたいな感じだったんですけど、にもかかわらず出資してくれたっていう、今でも謎なところがあるんですけども、最初のお客さん少しずつ、ついてきたっていうタイミングで、資金調達も、できたことで、なんとか最初の一番苦しいところの資金が、回り始めていったっていう形なんですけども、10月、その年の4月に出して、10月、半年ぐらいはですね、やっぱり道場を利用して無理やり売ってるみたいな感じです。本当に製品を評価してくれてるっていう感じではなかったんですけども、その年の10月にこのカーライルさんがですね、契約してくれたんですけど、カーライルは本当に機能とコンテンツだけを見て契約してくれた。なんか初めてそういう感覚を得て、本当に買ってくれたみたいな感じなんですね。で、この6ヶ月の間に、開発、機能を増やしたりですとか、コンテンツを増やしていって、もうプロダクト力が確実に上がっていったんです。上がっていって。で、あるところで多分、何らかしらのスレッシュホールドみたいなのがあって、そこを超えたところでカーライルさん買ってくれて、でその後は、いろいろ苦労はありましたけども、バッと売れてったっていう形だったので、やっぱりあれは9年の 10月ですかね。10月から、ちょっと、営業してても感覚が変わっていったなっていう、フェーズでしたね。本当にユーザーベースさんはこの近年10年とか振り返って、成功した会社のうちの一つだなと言える状態だとは思うんですけど、とはいえちょっと今回モノクロームさんの話もたくさん聞きたいと思います。ほとんどユーザーベース終わりました。ヒヤヒヤとしてるすいません、ワクワクする自分とね、両方いるんですけど、今結果的に14年とかですか、結構長らく。そうですね。13年間、まず CEO をやりまして、で、最後は、非常勤の役員という形だったので、それを見れると14年ぐらいですかね。一個だけ聞きたいことあるんですけどいいですか。いや、今回出資させていただく際に、梅田さんの、知り合いの方何人かにいろいろお話聞いたんですけど、その梅田さんのプロダクト作りのセンスが素晴らしいという話をいろんな人に聞いたんですね。で、光栄です。いや、なんか僕ももうね、何千人で起業家ってきて、あんなに大きなプロダクト事業を最初から当てれてるって感覚があって、で、今回モノクロームもそうだし、ユーザーベース時代も何個もね、プロダクト当てられてきて、ホームラン率の高さみたいなのってどういうところにあるんですかね。もしくは、どういうことを大事にして作られてるのかな、参入されてるのかなっていう。まずマーケティングは一切やらないと。プレマーケティングですね。自分が欲しいと思うもの、喉から手が出るほど欲しいと思うものを作るという、シンプルな軸でまず作るっていうところですね。もう惑わされないという感じ。そうすると本当にシンプルになってるんですね。やっぱりいろんな意見を入れていくと、あれも欲しい、これも欲しいっていう形になってぼやけていってしまうので、もうプロダクトを最初ローンチするときはもう一点突破、ニッチを一点突破っていうもう絶対鉄則があるので、そのためには、まずこれだけあればいいという、よく言われるセンターピンみたいなものですよね。っていうところは、やっぱりその自分の中に自分の中であるとそうシンプルになるので、まずそこが一つと。とはいえ、それは結構外れたりするんですね、世の中からすると。でも早く出しながら改善していくっていう、やりながら改善していくっていう、このやっぱ改善のスピードもすごい大切だなと思いますね。今思うと、例えばニュースピックスも、なぜか最初 iPad オンリーのサービスなんですね。でそれはそうなんですよね。よく考えるとなんか iPad って持ってる人も少ないし、その普及しないじゃんってあったんですけど、なんか僕の感覚で、やっぱ新聞を代替するものなので、紙の新聞の感覚、体験を表現したいっていうのは iPad にこだわりすぎちゃったんですよ。だけど、案の定 iPad 出したら iPad 持ってませんみたいな人たちがたくさんいて、これは広がらねえみたいなので、スマホに一気に、すぐにシフトしてやってたんですけども、やっぱり自分の中で考えてると、そういう外すっていうこと絶対あるので、その時に、すぐお客さんに当て、お客さんに当てた時の本物の仮説検証にやっぱりそうなるんですよね。だから事前にこのパワーポイントの上だったりだけとか、頭の中で構想を話してどうって聞いても、それは本当の仮説検証にならなくて、聞いてる方も本気じゃないので、やっぱ本気の相手からフィードバックをもらわないといけなくて、そのためにはまずはもう売ってると。
で、本当に懐痛めてお金を払ってくれるか払ってくれないかっていう行為そのもので、仮説検証するっていうのがもう最短であるので、そこは常に心がけてるところで、あるかなとは思いますね。なんでセンスというよりも、軸をシンプルにして、早く出して、仮説するっていう、当たり前のことをやっていく形なんですけど、もう一つやっぱりそれをやっていくためには、結局、最初はすぐには立ち上がらないので、これモチベーションがちゃんと続くかと。やっぱ心折れちゃうんですよね。やっていくうちに。結局心が折れてしまうと、当然失敗してしまうんですけども、やっぱ心が折れない、強いモチベーションでそれはできてるかっていうところがやっぱ最後あると。そこが一番難しいところで、これはよく社内でも、偽物の情熱と本物の情熱があるというところがあって、これあったらいいな、やってみようで始めるぐらいだと、その仮説検証フェーズで磨いていくフェーズで心折れちゃったりするんですよね。で、そこが、ニュースピックスの前にも僕一個新プロダクト出して、で、それはね、そうだったんですよ。で、そこで、あったので、始めるときには必ず、これは本物の情熱やってるか、偽物の情熱やってるかっていうところは一つのリストマツ紙として、ちゃんと見なきゃいけないなと思ってる、要素かなとは思いますね。いや、めちゃくちゃ参考になります。なので、ちょっとモノクロームも、もうまだまだではあるんですけども、最初いろいろぼやけちゃってたんですけど、もう今は美しい太陽光パネルで分かりやすい、今までないところがまず一点突破で入っていき、そこからこのエネルギーの制御システムっていうところにこう付加価値を広げていくっていうところも、プロセスとしては基本的には同じプロセスを辿ってるかなと思いますね。ありがとうございます。はい。多分いろんな企業家の多分参考になったんじゃないかなと。いや、そうですね。もうナレッジとして、ここだけも切り出して、外に出していきたい情報だなと。まさに多分、ユーザーベースさんでの日々は、本物の情熱で13年間、14年間駆け抜けたと思うんですけど、一応その、退任をされていらっしゃって、そこでの、理由だとか、ないしはその時の思いって実際どうだったのかとか、そこだけじゃあちょっとお伺いした後も、モノクロームさんの話もお伺いしたいです。そうですね。今、振り返ってもですね、この13年退任するまでの間に、迷いって本当なかったんですよ。もうやりたいことは込み上げていく感じなので、もうあれやりたい、これやりたいみたいな感じなので、何か、いろいろ当然日々問題はありますよ。ありますけども、何か事業を経営している上で迷いがあんまりあるわけではなくて、常に、ある意味自信を持って経営できてたっていう形だったんですけども、その13年目の、退任する前ぐらいはですね、その込み上げるものが、やっぱり自分の中でわかるじゃないですか。その過去ずっとの自分と比べていくと、非常にやっぱ弱まってしまってるっていうところがあって、それまでは僕自身がやっぱ起点となってこれやりたいみたいな形で温度を取って、メンバーがいや、それは難しいんじゃないの？リスクあるんじゃないの？みたいな形で研究学部の議論をしてたんですけど、いつの間にか気づいたら、メンバーからこれやりたい、あれやりたいで、僕自身はいいねしか言ってないみたいな感じになって、承認だけをしてる人みたいな形になっていってしまってるのが、まずやはり僕自身の起業家、事業家としての喜びみたいなところ、だってこのモチベーションの源泉みたいなところが繋がらなくなってしまってるっていうところがありましたし、あとは、やっぱりそれ一つのきっかけは、米国事業でアメリカの会社を買収して、で、そこの会社を、うまくターンアウトできなかったと。結果を残せなかったと。で、売却しなきゃいけなかったというところも間違いなく一つのきっかけになっていて、あれだけ何をやっても結果が出ないという、体験も初めてだったところが、あって、一方で自分自身の、実力の限界というか、ここが自分の限界なんだなということにチャレンジしきれたというところもありましたし、あの時は本当に複雑な心境で、一方でここのチャレンジをさせてもらった、これだけみんなからも反対もあってやらせてもらったにもかかわらず結果を出せず、損も会社に与えてしまってるわけですね。っていうところに対する責任もすごく感じたところもあって、いろんな要素の感情が複雑に絡み合ったんですよね。絡み合っていて、で、その時に、これはやっぱり結局最後は、今思うとちょっと逃げるような、やっぱり感覚もあって、で、それで、稲垣に代表を下ろさせてもらえないかということを相談を、まず稲垣に、したっていう感じでしたかね。で、やっぱりそこは、自分の中で納得させた一番の方法としては、非常に無責任なんですけど、やっぱりこれまでは込み上げて、やりたいことに溢れる人が、CEO をやってたと。
ぱそれがあるべきで、今はそうなってないというところがあるので、これは僕自身の喜びともそうですし、会社にとっても良くないことであろうというようなことを、稲垣とちょっと相談をして、退任させてもらったっていうのが、その時の感じですかね。で、ただとはいえ、上場企業でもあったので、クォーツの、海外事業の責任を取って、辞めます、みたいなプレスにはなってはいるんですけど、そんな、綺麗なものでもなかったかなとは思いますね。因果的にそれがあったから退任したそうですね。そこは。だけではないってことですね。そうですね。はい。もちろんそれは一つのきっかけでありましたし、僕自身の限界を感じた、自分自身の限界を感じたところでもあるんですけども、ただ一方で、それ申し訳ないっていう気持ちと半分、すがしさみたいなのも、やっぱりあったなっていう時もその時の心境として覚えてて、やっぱりそこはやりきったから感はあったんですよね。で、その時に、やっぱり、今までやっぱり結果と、もう全て結果であるというところが、一番自分の中のプライオリティにあったんですけども、それだけでもないんだなと。ちゃんと人生、本当に努力しきったのか、やりきったのかみたいな、プロセスを、通ることで、こういう、なんていうんですかね、満足感みたいなものも得られるんだなっていうのも、同時にちょっと感じた、タイミングでもありましたね。それで決断をして、多分本当にやりきったと思うんですよ。ってなったら、下手したらそのまま上がっちゃう人も全然いると思うんです、周り見渡しても。ただ結果的に多分退任されてからモノクロームさん創業するまで、1年くらい結構短くなかったですか？そうですね。そうだったかもしれないですね。その時何を次やろうって特に決めてなくて、もう初めて時間も、できたので、本当にもう家族と、過ごすっていう、旅行行ったりとか、子供を学校に送りに行ったりとか、昼間ネットフリックス見たりとか、みたいな生活をしてただけですね。別にお尻決めてたわけでもなく。特に決めてないです。決めてないんですけど、家族が、時間もできたので、家族と一緒に生活をする家を建てようということをやっていて、で、その中で、この太陽光パネルというものを初めて導入する体験をして、さっきの話じゃないですけど、そこでなんとか解決できないかなってなってったっていうところがあったので、起業自体はもう一回やろうとはもう全然思ってなかったですね。大変だし、ユーザーベースの時もそうですし、やっぱり起業が先には来てなかったっていうところが常にあったので、やっぱり、この太陽光パネルというもののこの可能性、もったいないみたいなものに直面したのが、またこの火をつけてくれた、一つのきっかけだったなとは思います。一言でいくと動機は何なんですか？使命感とかですか？どういう？ワクワクですか？これがあったらいいなっていう本当そんなところです。本当にそんなところなので、何かビジネスモデルを考えたり市場規模を考えたりとか、そういうのは一切考えないですね。ただ欲しいなと思うものはないっていう非常に主観的です。逆にそういうものじゃないと僕はパワーが出てこないところが、あるので、本当に欲しいのに世の中にない、誰も作ってない、作ろうみたいな感じの非常にシンプルなものですね。なのでよく最初の出資いただくときとかも市場規模とか将来の戦略とかビジョンとかっていうような質問を受けたりするんですけど、実はそこはあんまり考えてなくて、まずは一歩目の自分が欲しいものを作ろうっていうところが最初のフォーカスのもう 90% 以上があるかなとは思いますね。これが事業領域が同じくソフトウェアとかだったらそれでも多分実装できると思うんですけど、全く畑が違うと思っていて、それはどう乗り越えていったんですか？やっぱりこれもユーザーベースを作った時の最初に稲垣さん、新野さんと竹内さんっていう仲間じゃないですけど、本当に仲間で、仲間が集まってくれたっていうところで、太陽光っていうのはまた全然別で、特に日本っていうのはこの太陽光業界一回消滅しちゃってるんですよね。もう中国メーカーが一気に追い上げてきて抜かし、で日本メーカーもほとんど撤退をし、ほとんど、例えばパナソニックさんとかやっていても中国メーカーの OEM だったりするというので、技術者がそこでいなくなっちゃってるんですよね。でそこが一つこの産業が途切れてしまっているところがあったので、この技術者を見つけられるかっていうのは非常に大きな課題だったんですよ。でその時にいろいろ探している中で石川さんというですね、今我々の太陽光技術の責任者をやってくれている方がいるんですけど、彼の昔の記事をですね発見して、彼が昔太陽光のセル
を開発する会社を立ち上げたんですね。スタートアップで。で、確かジャフコさんとかから出資を受けて、で、それ潰れちゃったんですよ。それを中国メーカーの価格競争に負けて潰れちゃって、で、その記事をですね、記事検索してる時に見つけて、で、その彼が今インドネシアにいて、で、インドネシアの太陽光パネルのモジュールメーカーの役員をやられてるというところをこの Facebook だったりとかそういう情報で見つけて、で、彼にコンタクトして、やっぱり彼と出会えたのが最初の、これ作れるんじゃないかというところの最初のブレイクスルーだったかなと思いますね。石川さんが梅田さんとやりたいってなったのはどうしてですか？やはり石川さんは、すごく、もう還暦ぐらいなんですけども、やはり彼自身も、ずっと技術者であって、で、太陽光の太陽光パネルというものをやってきて、で、一回、それを畳んでるんですよね。負けて。でやっぱりそこに対する、最後の、挑戦じゃないですけども、もう一回やってみようと。まさか、なんか日本からまた太陽光パネルのスタートアップが出てくると思ってなかったっていうところはやっぱ彼が言ってたことなので、もう一回その船に乗ってみようっていうところはやっぱり彼が企業経験があるってのはすごく大きかったんじゃないかなと思いますね。技術者であれなかなか日本では珍しいタイプの方と出会えたっていうのはやっぱ本当に最初のブレイクスルーだったかなと思います。たくさんブレイクスルーがある気もしてて、石川さんがいたからじゃあ今ここまで来ましたはないと思うんですけど、他にはなんかどんなブレイクスルーしてきてるんですか？結局ですね、これはもうどんな領域であろうが、ブレイクスルーはやっぱ人なんですよね。ただニュースピックスの時も、いや、始めてみたけども、人がお金を課金してくれないと。やっぱり課金してくれないのは寄せ集めのコンテンツじゃダメだと。やっぱり課金したくなるようなスマホ特化のコンテンツを作らなきゃいけない。そのためにはコンテンツのプロに来てもらわなきゃいけない。佐々木さんに来てもらおうみたいな形で、佐々木さん来てくれたらブレイクスルーだったんですよね。やっぱり時も。今ピボットって競合やってますけど、やっぱりだったのと同じで、もうすべてはもう人に紐づくなっていうのは、それは領域に限らず、必ず同じなところがあるので、すべてやっぱり人ですね。例えばもう一つのエクセルでいくと、やはり最初は、あと屋根も作らなきゃいけないんですね。で、屋根って建築の中で最も重要な部分で、最も規制も厳しかったりですとか、ハウスメーカーさんにとってみると、最も、基準が難しいところではあったりするんですよ。で、その屋根メーカーにもならなければいけないというところがあって、なので基準が難しいので、もう既存の屋根メーカーさんに OEM でお願いしようと思って、俺はこういうものを作りたいんですっていう構想だけ話して、OEM で作ってもらうっていうのは最初のスタートだったんですけども、出てきたものも値段が高すぎると。こんなの絶対売れないっていうことと、美しくなかったんですね。これって結局なんか、そこら辺にある太陽光とそこら辺にある屋根をカチッてやっただけじゃないみたいな形で、これじゃちょっとダメだから、もう一回やり直しましょうと。で、具体的にどういうところに問題があるか、紐解きたいので、一緒に製造プロセス見させてくださいって言ったんですけど、やっぱちょっとそこは難しいですみたいな形。で、結局その屋根メーカーさんも、太陽光パネルメーカーさんに、文字の部分を丸投げしてたんですね。だから自分たちでコントロールしたのが見えてなかったというところがあって、これ OEM で、やっぱお願いしてるんで絶対理想のものは作れないなと。やっぱりその素材だったりとか、部材、部品、すべて自分たちから選んでいって、自分たちで設計してゼロから作らなきゃいけないなっていうようなところに途中で切り替えていったところが、ありますね。で、それも、当然石川さんもそうですし、この屋根というところでいきますと、今一緒にパートナーをやらせてもらった要さんっていうですね、栃木にある屋根メーカーさんがありまして、で、全く我々が屋根を素人のところを、もう手取り足取り屋根について教えていただいて、で、今山形工場で我々独立して自分たちのラインを作っているんですけども、要さんがいなければ立ち上げられなかったっていうので、それ要のですね、この鈴木さんっていう担当者がいるんですよね。技術のトップの方が。やっぱその方が、いてくれたからやっぱ作れたっていうところが、あったりしますので、そこにとはたどり着けるかたどり着けないかっていうのが最後あるんですけど、それは数打ちは必ずたどり着く。もう、これはもう行動量ですね。数打ちは必ずたどり着くところが、あるので、理想のものじゃなかった時っていうものに、そこもやっぱやりながらのところなんですけども、OEM でやって全然ダメだとなってもう一回ゼロからやろうということに、逆に慣れたのはそう良かった。今思うと良かったなと思います。じゃあユーザーベースさんでさっきの話をいただきました。逆に、今どっちかっていうとその、ラーニングを今活かしている話をたくさんいただいたと思ったんですけど、逆に明確に変えたこととか。ですね。本当にですね、事業を作るというものに方程式がないなっていうのは、2回目やっててもすごく感じているところでして、例えばユーザーベースの時は共同代表と
いう形で、新野さん、稲垣とですね、で、お互いの、弱み強みを補いながらできたっていうのは、間違いなく一つの、良かった成功要因だったんですよね。それに倣って、じゃあモノクロームも共同代表でやろうと思ってやったんで、それ失敗したんですね。だからもうこれはもう本当に方程式がなくて、表面上のこの共同代表っていうとだけを取っても本当にダメなところが、あるので、モノクロームはモノクロームで、またゼロから、モノクロームという新しい会社を作ってるっていう感覚ではあります。なので、本当ユーザーベースの時のことが、そのままコピーしてるっていうのは、一つ、あるのはですね、この採用の部分でして、やっぱユーザーベースの時に、この0から立ち上げて1を作っていくフェーズ、あそこにスタートアップの宝が埋まってるんですよね。あの時間、空間、あそこの時間、空間を一緒にできたかどうかっていうのは、どこの MBA を行くかよりも本当に貴重なもので、ほとんどの人は出会いたくても出会えないからですね。で、あの空間、時間を一緒に共有できてる場は、本当に強くて、その後のユーザーベースを担っていったメンバー、が、やっぱり多くはこの最初の1年、2年を一緒に過ごして、最初は30人ぐらいまでですね、過ごしているので、この最初の30人まではもうゴールデンタイムだなと思ったので、このモノクロもこの最初の30人までは意識的に、将来の経営人材、僕が仮に山で遭難して死のうが誰でも経営を引き継げるぐらいの、やっぱりそういうポテンシャルな人材にこの01のフェーズを、見てもらおうと、一緒に走ろうというところはあって、それはすごく良かったかなと思いますね。あと今まさに今回のラウンドがシリーズ B だと思うんですけど、そういう意味ではシリーズ A でPMF とかも終えてきて、徐々に勝ち筋とか見えてくるタイミングなのかなと思うんですけれども、なんか明確に創業時 A の時買ったタイミングと今変わってきていることとか、これから買いに行こうとしている領域とか、そのあたりも教えてもらえますか？そうですね。もう全然変わってまして、最初やっぱり作りたかったのは、すべての家がこのエネルギーを作るところからエネルギーを使うところ、それは例えば照明だったりですとか、カーテンだったりですとか、それはすべて一つのプラットフォームの上でシームレスにつながっているというところで、このエネルギーマネジメントシステムと、いわゆるスマートホームという領域が融合している世界観だったんですよね。で、いざ始めてみると、特にこのスマートホームの領域っていうのは非常に難易度が高く、自分の家に欲しいっていうだけで始めちゃってるので、いざこれを家の中に施工するとなると、非常に施工コストかかるし、建物ごとに全然配線も違ったりとかして、毎回労働集約型になっていってしまうというので、これいろんな人が言われてたんですけど、やってみて自分たちで、これは難しいなということに、やっぱりやってみないと本当に納得できないっていうところがあったので、よりやってみてエネルギーというところに集中していこうっていうので、まず事業領域が絞られたっていうところは、そのプロセスの中で生まれてきたところかなっていうふうに思いますね。で、プロダクトマーケットフィットっていうところでもう行くと、これはもうまだまだだなと思ってまして、やっぱり、なんか目をつぶって寝てても勝手に売れていくっていう感覚のところまでまだ行ってないんですね。で、そこに行くためには、やっぱりまだ一番弱いのは価格がまだ高いと。このプロダクトを変える層っていうのが、一定層に限られてしまっていて、本当にマス層にまだ届いてないっていうところがあるので、この価格を下げに行くっていうところは、本当にチャレンジをして実現していかないと、本当の意味での目をつぶってても勝手に伸びていくっていうところまでまだいかないなというふうに思ってますね。機能性能は上がってきてるのに価格は下げに行くってことですね。そうですね。機能性能を含めて、そこは、しっかり発電効率だったりですとか、耐久性だったりですとか上げていく。一方で価格は下げに行くっていうところですね。やっぱりこれ入れない理由がないよねっていうところまでいかないと、本当の意味で、入れない理由がないよねって思って初めて3人に1人を買ってくれるみたいな世界だなというところがあるので、まだそこまではいけてないなというふうに思っているので、もうまだまだなフェーズですね。今のお客さんでいくと、結構大手の会社さんだったり、あとノットホテルさんとかなんかホームページ拝見したりもしましたけど、具体的にどんな感じなのかとか、逆にこれからはどういった企業さんに提供していきたいのかでいくとどうですか？今は、まず市場が立ち上がったのは、このアトリエ系建築家と言われる、隈研吾さんだったりですとか、
非常に建物の衣装にこだわられるユニークな建物、オーダーメイドのオートクチュールの建物を建てられる方々ですね。設計される方々。そこから市場が我々立ち上がって、その方々っていうのは、環境にいい建築が作りたいけど、太陽光パネル入れたくないという、わかりやすいニーズがありましたし、建物の単価も高いので、一定お金を払えるというところがあったので、我々のプロダクトが一番早くフィットしやすかったところですね。で、そこから市場が立ち上がっていったという形になってます。で、これからは、この製品を富裕層のためだけのものではなくて、誰もが手が届くもの、当たり前のものにしていくっていうのが我々のチャレンジになっているので、そうなると本当に地場の工務店の方々だったりとか、ハウスメーカーの皆さんだったりとか、そういう方々の標準品として使っていただけるものにしていくっていうのが一つのチャレンジですね。で、二つ目が、今年白馬村でやったんですけども、この白馬村の公共施設の屋根をですね、このルーフ1に吹き替えていくという形で、村の屋根をその町の発電所にしていくという取り組みで、そこで生まれたエネルギーを村で必要としている人たちに供給していくという形のプロジェクトになってるんですね。で、そういう大型の町全体を巻き込んだプロジェクトというのもこれから今後のあるべきエネルギーのですね姿かなというふうに思っているので、そこも力を入れていきたいところだなと思ってます。白馬村は確かに今結構有名なアイディアだと思ってるんですけど、そう白馬村みたいな村とか地域が今後増えるのかとか、逆にそれって予算どこから来てるのかとか、その構造っていうのはどうなってるんですか？やはりこの村とか地域のエネルギーの自給率を上げていきたいと。例えば今回のイランのような情勢があると、一気に電気代上がっていっちゃって不安定になったりするんですよね。なのでその地域全体の電力コストを下げるっていうこともそうですし、安定化させるっていうことは、これは普遍的なニーズだなと、思うので、それも白馬村に限らず、今後取り組んでいかなければいけないことですし、そのためにはエネルギー自給率を上げると。でエネルギー自給率を上げる一番、効果的な方は太陽光パネルであるというところが、あるので、そこが、間違いなく一つの使い方かなと思いますね。で、そこの、資金っていうのは結局、白馬村の方々も電気代を払っているので、その電気代と相殺させるっていうことです。基本的には追加コストないような形でできるようにしていくっていうところが、先ほどの入らない理由がないというところになってくるかなと思います。ただ現実今は補助金にそこは依存しているところがあるんですね。補助金を国が一部出すから太陽光パネルになさいと。そうすることで電気代が安くにもなりますし、自立可能ななりますよと。で、我々やっぱりチャレンジとしては、そこの補助金に頼らなくてもちゃんと経済性が成り立つような形にしていくっていうのは今後目指していかなければいけないところだなとは思います。田中さんの目線もぜひ聞きたいなと思っていて、今回このタイミングでご出資されて、今、上田さんがお話しされてない部分で評価された部分だったり、逆にお話しされたけど、やっぱり特にここが評価ポイントというか共感した部分だったとかでもいいんですけど、ちょっとまだ漏れてる部分とかあったらぜひお願いします。モノクロームさん評価させていただいたポイント2つ大きくて、やっぱり1つは、その美しい景観を残すという梅田さん、モノクロームさんのこのビジョン。これってもう本当にすごい尊くて、大事なこと。で、私がアルファで一つ成し遂げたいことが、その自分の孫の世代に、残してあげたいなと。個人的に大変恐縮なんですけど、オーストラリアに出張に行った時に、隣に座ったオーストラリア人に、日本大好きなんだよっていう話しかけられたことがあって、なぜって聞くと、やっぱソニーがあって、キヤノンがあって、トヨタがあって、やっぱ日本すごいじゃんって言ってくれたんですね。で、それを聞いたときに、やっぱその何十年も前の人たちのレガシー、遺産で僕らってリスペクトされてるんだなと思ったのと同時に、やっぱ自分たちが何も残せてないなっていう、すごい複雑な気持ちになったんですね。で、私はそこまでプロダクトを作ったり起業したりする能力ないんで、ベンチャーキャピタルという仕事を通じて、梅田さんみたいな人を支援しながら、そういった本当に日本を代表するような今後の企業を支援していきたいなというふうに思って始めてたので、そういう観点で、やっぱ梅田さん、モノクローム、その可能性がある会社なんじゃないかなと思ったのがやっぱり一つですね。あともう一つはやっぱり現場に行って、本当にプロダクトが美しいんですよ。で、皆さんすごいこだわりを持って働かれていらっしゃる。で、そういう狂気も感じたし、情熱も感じたんで、それについていきたいなと。ご一緒させていただきたいなというふうに思ったのがやっぱり大きかったですね。初めてプロダクトを見た時の
なんか感想じゃないですけど、何を感じたのかとか、美しいということはおっしゃってましたけど、なんかどんなことを受け取ったりされました？私もですね、皆さんほどじゃないんですけど、自分で家作りをさせてもらって、太陽光も載せて、風を感じていたんですね。で、一方で建築家の本とかもたくさん読んでって思ったんです。本当に、ちょっと離れると、太陽光パネル見えないんですよ。美しいですね。で、それがいかに難しいかも、なんとなく分かったので、いや、すごい努力をされて、ここまで作られてるんだなっていうふうに思ったのと、梅田さんがめちゃくちゃ生き生きと、パネルとか、ものづくりに対して熱く語られるんですね。それもやっぱすごいなと思って、はい。それが印象的でしたね。いい表情されてますね。なんか2回目の、今回、企業で、ちょっとさっきの質問じゃないですけども、なんかそのモチベーションの源泉みたいなところも、やっぱり、年を取ってるので、ちょっと変わってるなっていうのを感じて、さっきの田中さんの話じゃないですけども、これ偽善とかで本当なく、うちも子供4人がいて、結局なんか、子供たち何残すかみたいな感じがモチベーションのやっぱり なるんですよね、源泉に。で、そうなってた時に最近のやっぱり僕のモチベーションは、この自動運転だったりとか AI とかもう素晴らしい、絶対必要なものなんですけども、これ別にない世界でも幸せだったと。でもそれはそれでも得意な人たちに任せればいいんだけども、子供たちは不幸せになっちゃう世界っていうのは、やっぱりこの美しい自然がなくなっちゃう世界だったりとか、我々が当たり前のように享受していたこの地球からの恵みがなくなっちゃう世界だよねっていうところが明らかに不幸せになっちゃうので、やっぱりそこは一つ次の取り組む、要素としてはやっぱモチベーションになるんだなっていうのは2回目だからこそなんか感じるところでもあるなっていうのは実感してます。今いらっしゃるチームメンバーの方々もやっぱなんかどっかで一周経験されてきて、そういう思いでジョインされたりが多かったりするんですか？多いですね。やっぱり自然好き、まず海なり山好き、もしくは動物好きこの2つがモノクロメンバーの中大きな共通点かもしれないですね。横須賀に本社があるんですけども、その横須賀の本社集まる前は先週もみんなで朝山走って、はい。山走って汗かいて、で、そこから仕事みたいな、爽やかじゃないですか。そういうのが、なんか好きなメンバー。なんか西麻布で夜まで飲んでみたいなのとはちょっと違う感じのカルチャーがあるかもしれないなと思いますね。それやっぱ梅田さんご自身も自然が大好きで山に登ったりとか。そうですね。もう大好きで。ハマってますね。なんか相当な偏愛っぷりっていうのを聞いてるんですけど。よくご存知。最近です。それもハマってきたのは本当最近ではありますけど、ちょうど、先月だったかな、ヨーロッパのですね、シャモニーからツェルマットっていう、フランスから、スイスまで、スキー板を担いでですね、登って重走をやってきたんですけども、やっぱすっごい美しいんですけども、圧倒的な速さで氷がなくなってるってことも同時に実感する感じなんですよね。それを感じられたのもすごいいい旅だったなっていうふうに思いますし、でツェルマットっていう街はもう住民が立ち上がって、もうこの美しい今まで享受している自然がなくなっちゃうから、これなんとか変えなきゃいけないというので、もう街にガソリン車が入るのをやめさせるというのも住民が立ち上がって始めていったりですとか、やっぱり実感する場所だからこそ、もう住民が立ち上がって動いてるっていうことも感じられたのも、すごいいい旅だったなと、旅でしたね、私にとっては。日本はそこまでの危機感ないじゃないですか。どうしたらいいですか？やっぱり実感できないですね。やっぱり氷河がないんで、今一番最初に影響できた氷河なんですね。ただ一方で僕もずっと葉山に15年前から住んでますけど、当時はワカメがですね、ワカメをですね、春になると取れて、ワカメを干してるのが一つの風物詩さだったんですけども、その景色がなくなってきてるんですね。で、それがなんでなくなってるか、その温暖化の影響で生態系が変わってきて、ウニが増えて、ワカメを食べてしまうっていう問題があったりするんですけども、気づかないでよく目を凝らすと景色変わってきたりするんですよね。当たり前に見てたワカメの干してる景色がなくなってるとかですね。そういうのがあるので、やっぱりそこの、やっぱり人間なかなか危機意識が目の前に来ないと変われないっていうところはあるので、やっぱりモノクロームもそこに頼っちゃいけないなと思ってるんですよね。そこの環境意識だったりですとか、この未来に残していきたい景色、地球を作っていこうという話だけでは絶対にやっぱりダメで、そうじゃなく、それを抜きにしてもかっこいいし、それを抜きにしても
経済合理性が合うし、それ抜きにしても品質が合うしっていうような形で、プロダクトを作っていかなきゃいけないなっていうのは自分たちの戒めとしても日々感じているところではあります。今まさに葉山の話も少し出ましたけど、そしてお子さんの話も出ましたけれども、どうやらそれにモノクロームさんとしてもまた別の形なのか、なんか違うアプローチも取られてるな、学校かなと思うんですけど、これも少し教えてもらえますか？はい、来年の8月にですね、空き家葉山国際学園という学校を開校するべく進めているんですけども、これも同じようにやっぱり自分の原体験で、自分たちの子供がもう4人もう同じ DNA 同じ環境で育ってるのもバラバラだと、もう個性が全然バラバラであって、やはりその分いろんな教育の選択肢が地域にあるっていうことは地域を豊かにすることだよねっていうようなところがあったところから、学校を作りたいなっていう思いが、少しずつ昔からですね、これはあって、でようやくタイミングが来て始めようっていう形になってきて、いるんですけども、当然全ての校舎にはこのモノクロームのシステムをガチッと入れて持続可能な学校の形というものを作っていくっていうこともそうですし、何よりこの学校を作りたいなと思った今のこの時代背景とも関係するところでいくと、やっぱりこの AI によってもう本当に子どもたちのなんか育つ環境だったりとか、これからの生き方みたいなのも根底から変わっちゃうんじゃないかなっていうところもあるんですよね。良くも悪くも全てを滑らかにしちゃうというか、もう全てにアクセスできるし、あらゆる今まで苦労しないと手に入れられなかったような知識というものも簡単に手に入ってしまうという世界になっていく。世の中を滑らかにしてしまうからこそ、なんかその人間が成長するこのハードシングだったりとか、チャレンジだったりとか、そういう体験がほとんどせず育っていってしまうなっていうやっぱ危機意識もあったりするんですよね。で、これからますますこの AI がより知識をですねコミュニティ化していく中で、問われるのはこの人間力であるみたいな感じで、よく家庭の中では3つの G を大切にしようと言ったりしてるんですけども、まず一つが、ジェネラスで寛容な心を持つと。2つ目はグッドネスで、いい悪い、倫理性みたいなところですね、の判断がちゃんとできるようになろうと。で、3つ目がグリッドでやりにく力を持とうと。この3つさえあれば、どんな時代、AI 時代だろうが何の時代だろうが生きていけるよねっていう、良き生きていけるよねっていうようなところがあって、でこの3つの力っていうのはもう体験からしか、机上の学習からAI から学べないところがあるので、この学校の特徴っていうのはもういろんな体験をできるようにして、森があるんですね。もう森の中で動物を飼ったりですとか、もう今これからの時代ってAI であることは滑らかになっちゃうから、みんなが困難をなんかお金で買いに行くみたいな時代になっていっちゃうんじゃないかなと、体験をするためにですね。そうではなくて当たり前にいろんな体験、いろんなチャレンジができる学校を作っていこうっていうのが、今回のこの秋葉山国際学園っていうもので、これもちょっとさっきの話じゃないですけども、これからの時代、AI だったテクノロジーが進化することによって良くはなるんだけども、別になくても不幸せにならないというのがもしあったとした場合に、なくて不幸せになっちゃうのも自然環境もそうだし、そういうこの体験、今まで当たり前のように体験できてきたことが体験できなくなってしまうっていうことが学校の中で今後起こってきてしまう可能性があるのであれば、この新しい学校では、そういうものを作っていこうっていうような取り組みの一環になっています。ですね。なんか僕もこの下調べをしているタイミングで、モノクロさんの授業とかを一通り見に行って、その国際学園のものを見て、プレスリリースとかも拝見して、思わずちょっと妻にも言っちゃって、僕も子供いるんですけど。何歳ですか？上の子が小学1年生なんで。小学1年生ですか？はい。間に合わないですね。次の子は、次女がいて、次女は2歳半とかなんで。ぜひ、まずサマースクールから。ぜひ、サマースクール。2年後ぐらいのサマースクールから参加いただけますので、ぜひ。セットで引っ越してこなきゃいけないですけどね。葉山の地区に。大好きなエリアなので、問題ないかなと思って。でもやっぱそれぐらいやっぱりなんでしょうね。モノクロームさんの事業の魅力もあれども、やっぱなんかそういう社会と接続しているところって、結局なんか僕スタートアップがいかにいろんな人に興味持ってもらったりとか、採用もしっかりですけど、なんかその接点の多さとか深さかなと思っていて、なんかそういう意味ではそういう領域でそれをやってる梅田さんって何やってるんだろうっていうので、モノクロームだ、このパネル作ってるんだみたいな、なるとなんか本当にビジネスにもつながってくるというか、いいなって、もはやこれ感想なんですけど、思ったりもしていて、素敵だなと思っていますと。で、多分ここまで聞かれた方も梅田さんおよびモノクロームさん本当にいいなって思ってると思ってるんですけど、そういう意味では多分今は
人が入ってきてほしいフェーズとかだったりもするのかなって思うんですけど、今だと例えばどういう人に来てほしいなのか、こういう環境があるのかなとか、そのあたりっていうのはどうでしょう？今積極的に募集しているのは、これから広げていくフェーズなので、まずセールスですね。でこれはなんかプロダクトを売るだけじゃなくて、この太陽と共に生活するライフスタイルを提案できるというか、それは素敵な豊かな生活なんだよというところまでの啓蒙活動じゃないですけども、その役割をになっていくこのセールスの方と、あと電気工事士ですね。電気のエンジニアは今本当に不足してまして、その方、そこがなかなかスタートアップの世界にやっぱりいないので、なかなかリーチが難しいなとなんですけども、これあります。でそれ以外に、これもユーザーベースからの一つの鉄則なんですけど、もうやっぱり採用は絶対評価で、いいと思った人は枠がなくても絶対採用するというところがあるので、その枠に関係なくいいなと、なんかモノクロームが合うなというところがある人はもう積極的に採用していきたいなと思います。ありがとうございます。最後の最後でまた梅田さんからメッセージとか届けてほしいなと、ビジョンとか語りながらと思ってるんですけど、その手前にぜひ田中さんからも時間差し掛かっておりまして、最後に改めてエールじゃないですけど、今感じていることじゃ改めて梅田さんにぶつけてもらえませんか？いやでも今まで梅田さんについてちょっと不思議に思ってたことがいろいろこう線と線がつながった感じがして、めちゃくちゃ楽しい一番大事。ありがとうございます。やっぱり情熱、仲間、この辺が梅田さんの人生の大きな大事なポイントなんだろうなと思ったし、やっぱ一緒に働く人はすごい幸せなんじゃないかなと思って、世の中に必要なこと、素敵な仲間、チャレンジできる、すごい環境だなと、僕が20代だったら今梅田さんの下で働きたいなというふうに思ったので、なんか関心持った方はぜひご連絡いただきたいなと思いました。採用が先近の問題だとは思いますけど、なんか採用に限らず全ステークホルダーが幸せになってそうですよね。多分田中さんも幸せそうだなって僕には見えて。いや本当に、いやそれはこれからです。これで投資いただいた資金をですね、紙くずにしてしまったら全く幸せじゃないのでそんなことないんで幸せかどうかっていうのはちゃんと結果とセットになりますんでね。ありがとうございます。ピシッと締めていただいて、あとは最後にここまで聞いて、多分1時間半ぐらい聞いてるんじゃないかなと思うんですけど、そんな方へのメッセージとか、改めて今後の展望とかでもいいんですが、思いをよかったらぶつけてもらえませんか？こういうのちょっと毎回ちょっと困っちゃうところがあるんですよね。それがやっぱり僕自身があんまり10年後、20年後の大きなビジョンを掲げて、ビジネスをやるというよりは、やっぱりまず私自身も力が出るのが目の前のお客さんが買ってくれないのどうしたら買ってくれるかなみたいなところの問題を解くというか、やっぱそういうところだなっていうふうには思うので、結局その先にいつの間にか高いところまで来てるっていう感じがやっぱりユーザーベースの時もそうだったんですよね。最初ユーザーベースの時もいろんなベンチャーキャピタルの方々からこれ市場規模小さくないですかと、戦略コンサルと投資銀行だけだったら市場規模小さくないですかって毎回言われて、僕もいやそうですよねっていう感じで小さいですよねっていう、だけどこの人たち満足してくれなかったら次はないんでっていう形でやっていったら、一人のお客さんが満足したら隣の座ってる人が見えて、この機能コンテンツがあればこの人たちも満足してくれるかもしれないというので、だんだん広がって、今では事業会社の景気株の方々だったりとか広がって使っていっていただいたっていう感じではあったので、何かこれがあったらいいなっていうところから私のこのモノクロームだったりとかユーザーベースも始まってるんですけど、そうなったらあんまり深く考えすぎず、あまりベンチャーキャピタルの方々から詰められてもへこまずまず始めてみるっていうことは僕すごい大切だなっていうふうに思いますので、ちょっとそれを最後のエールとして、締めさせていただけたらなと思います。ありがとうございます。モノクロームさん、梅田さん気になるよって方は一通りのひとしきりのリンクを概要欄だったりもろもろに組みますので、ぜひクリックしていただいてウォッチしていただいたり、実際にコンタクトいただいたりしていただけると良いのではないかなと思っております。そしてぜひ、そういう形じゃなくても多分今回刺さるフレーズいっぱいあるんじゃないかなと思うので、なんかそういったところも SNS でシェアしていただけたりしたらとても嬉しいですし、お願いできればなと思います。なのでここまで聞いてくださった方々も梅田さんも田中さんもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。終了です。ありがとうございます。ぴったしじゃないですか。本当は1時間で言って。時間そうだったんです。時間大丈夫ですか？1時間半。大丈夫ですかね。いやめちゃくちゃすいません、良かったです。ユーザーベースのもうちょっと間延びしてるところはうまく編集してください。はい。まあでもなるべく出したいですね。いやめちゃくちゃ勉強になりました。